はい、皆さんこんにちは。安藤の町田です。今日は11月14日月曜日。今日は釣りの話。今日のメインの話はこちら。これはこちら P ラインとフロロカーボンとかナイロンとか既存の今までの釣り糸を編み込んでいく補助的な道具、以前僕は本当短い間魚釣りのブログを書いてました。でね、今印刷したんですけどめちゃめちゃ長くなっちゃった。第一成功ノットアシスト 2.0 というものでね、これがで説明書ももちろんついてて、結ぶラインとラインを結ぶことができます。ですけどちょっとねコツがいる。そのコツがね説明書には書いてないということをブログで書いてます。でそのためにこうするといいよ、ああするといいよというそういう解説を書いて結構参考になったっていうコメント、コメント2件ぐらいしかなかったと思うけど、なるほど、そっかっていうのがね反応が結構あってね、でそれをあえて動画で今から結ぶというところを撮影したいと思います。これが P ラインで今から FG ノットという結び方でラインとリーダーと結ぶ編み込むという作業をします。ちょっといきなりコツなんですけど、この中指、これね一番最初の P ラインを上と下にピンと張った状態で、ここ止めてくださいと。こんなたるみのないこの状態でカチッと止めちゃってくださいという説明なんですけども、リーダーが細い場合は、細いというのは2号以下 1.7 号以下ぐらい、2.25 これも細い部類に入ると思うんですけど、これで編み込んでいくとめっちゃめちゃやりにくい、失敗するんですよ。必ず失敗する、1回は。その失敗事例、何をもって失敗かっていうのがこう普通に縦がラインで横がリーダー、今こうやってで今度こっちやね。でね、失敗の一つがこれ編み込んだ、わかる？なんかウジ虫みたいな、これが編み込んだ状態ね、下上とやっていく。でこれ戻すこともできる。で今の赤いなんかこんな米粒みたいなウジ虫みたいな、この中にリーダーが
この中にキランと光ったらそれ失敗なんです。編み込みの中の結びがどっかが浮いた状態か挟まった状態できちっと編んであるという形であればいいけど、その中にリーダーがブツッこうプツッとこうはみ出た状態は失敗で、それが原因で切れたとかっていうのは実際僕ちょっと経験もまでわからないですけど、でもそれは失敗になります。そうか、魚釣り屋でもしっかり結ばないといけないってこといくらでもその失敗ってある。針とこのリーダーハリス、リーダーとハリスって同じなんだけど、針に結んだつもりなのにその結んだヨレヨレヨレっとしたものがパーマ状態っていうんだけど、それ、普通にあるよ。めっちゃもったいないやろそれって。でもう一つはここで編み込んでるつもりでも今みたいにこっちの左側に編み込んでいく状態が正常なんだけど、なぜか右側にこう編み目が編んだ状態になっていくっていうのが失敗です。主にこの2つが失敗だと思う。このブログをね今さっき印刷したばっかでね、あんまり頭の中に入ってない。思い出して喋ってます。これ説明書を撮影したものやね。そう10回以上 S 字状に編み込む。で、その失敗が必ず出ちゃいます。ピンと張ると。でこれをあえてちょっと緩んだ状態で、ここね説明書ではねいい意味とって、ここね1回転2回転でパチッと押してくださいって書いてあるんだけど、だんだん使っとるとねこのパチンがね緩くなってくるので、3回やります。ちょっと緩めで、これぐらい緩めで123とでカチンで、ここでハーフヒッチをリーダーラインにリーダーを、編み込んでいくと。ノットアシストっていうこの装置は手で F 字ノットをやるのと違って逆、ラインにリーダーを編み込んでいく。普通はリーダーにラインを巻き込むっていうのが一般的な作業なんだけど、このノットアシスト 2.0 使うとなんか感覚がね逆になるんやね。そうやない？この透明のさこの糸ね、これを今この縦のラインに巻きつけてる感じやん。そうやね。で実際はねこの2本の指だけでやるんやね。それめちゃくちゃ大変で、特に釣り場でさ、釣り場って海って大抵風強いんやって。そんなとこでさそんなんできんのやね。今1回でやったかな。はい結べました。これねでね編み込んでいくとどんどん張っていきます。これさっきまで緩かったのがピンピンになってきた。不思議やね。僕の言いたいのはただこれだけなんですよ。で今やった中にもコツがあって、今普通にバーッとやっちゃったけど、これでねこう説明書にはね本当にね説明書ちょっと改訂して
上げた方がいい、絶対に作り直した方がいいと思います。第一成功さんこうやるでしょ。あんちゃんこういくでしょ。ここでね左、右に引っ張ってくださいっていうのはね、ギュッギュッギュッと違うんですよ。この中指と親指の間にこれ結び目があるやん。これこうあるやん。これね左にグーッと持ってってこうやらないと、指で隠れちゃうけど、これは左に持っていきながら巻きつけていくっていうのがコツ。この2つ、はい。1つ目はこの上と下のラインの張りは必要なくて、逆に、緩んだ状態で最初の一番第一段階の編み込みをやってください。で2番目のコツはこう左の方内側に力を加えながら巻いていく。これがコツです。ここまでいけばあと何にも難しいことはない。ここまでいけば最初がこれ持ってる方はみんなそうやって思ってくれると思う、絶対。でもねこれ本当に便利でね、自分で F字ノットやったことはありません。それぐらい便利なもんですよ。はい、次の段階2番目の編み込みをします。はい、次はラインとリーダーをここ重ねて、ここでハーフヒッチ、上から下、下から上、まあこれを1回2回3回4回5回6回7回8回上下各4回か5回これを繰り返して編み込んでいくと。まあこんなとこでいいや。最後2回巻いて、はい、これで2回目の編み込みが終わりました。はい、でリーダーの方のここの予備じゃない、いらない糸はカットして最終の第3段階の巻き付け編み込み。これはねもう本当にただ単調にをやっていくだけで、これが釣り場ではねこのノットアシスト使ってても風が強いと本当にやりづらい。はい、ちょっと編み込みの数少ないんじゃないのっていうことですけど、僕の経験上この編み込みの数は1,2,3,4,5,6ぐらいでもう十分だと思います。F字ノットで耐えれるおそらく重量っていうのは多分全然経験ないですけど10キロ15キロ20キロ、そんな魚釣るこうねリールとか竿なんて持ってないぐらいのそんな環境でもないし、沖縄とかさ九州とか釣れるようなエリアでもないので、これで十分大きいって
子供がああ大きい魚っていうイメージの魚はこれで十分です。特に、トラウトとかライトゲームって言われるアジングとかね、メバリングとかね、バスとかね、ブラックバスね、そういうものだったらそんな編み込まなくても十分いけますという話です。これね、なんでこんなことやってるかっていうと、切るの忘れとった。まあいいや。あれですよ、見てください。これツインパワー 4000XG ソルトウォーターのこのリールねこれで深瀬 P ラインの深瀬で、これね浮き止め糸なんですけど、これ名古屋の落とし込み釣りと同じ要領で、これ目印で糸止め機能は僕はしないと。でこれさっきまた買っちゃったんやけど、00の浮きで全誘導で沈めて釣るという深瀬釣りです。でこれはあまりにも沈めすぎちゃって砂地だったらいいけど、どんな底かわからないところをハリスが這うような形になるのが嫌なので、底取りして底取りした位置から1メーターなり1広なり長く余分に取った位置にこいつをちょこっとつけます。そうすればね、ちょっとラインを張ろうかなとか気持ちが変わりますので、絞り玉つけて浮きつけて、絞り玉つけへんわ。で竿1本分ぐらい5メーターとかハリスを持ってきますけども、実はこれは中ハリスで 2.25 で、ハリスは僕はだいたい何でも 1.755 を使っていろんな釣りをしてます。大抵のルアーでも 1.7 あれば大抵の魚、ここら辺の三重県福井県の魚なんて大体釣れちゃいます。大きい魚でも。はい、こんなんで今週ね魚釣り行くのでね、準備して、でチヌバリ、これ何やった、どこのメーカー、ささめのダブル剣付きチヌ1号。もうねグレバリはね折れるっていうことがあるので使わない、もうチヌバリが好きで、これまたね剣付きがやっぱ僕は好きやけど、グレバリでいうとこれ多分何号ぐらい、6号とかかな。でこれひねりがないのがいい。僕はチヌバリの嫌いなのはひねりがあるのは、半ひねりとかあるのが嫌いで、これでねまたハピソンのね自動で結んでくれるこの機械めっちゃいいです。これも本当にもう針飲み込んじゃってもう全然取れないっていう場合はもう切っちゃって、脳を締めて、血抜きして水抜きし血抜きして、その後っていう作業がもうめっちゃめちゃ早くなる、これあるだけで。はい、で次もう最後、これがこういう竿いいなっていうのが見つけちゃいました。釣り堀用の竿でシーパラダイス探り釣りって台湾の竿なんですけど、竿先の径が 0.8 というイカダ竿レベルのこの磯竿 0.6 とか 0.8 とかっていう、ちゃうな 1.008 から10ぐらいの間の
太さかな、これで結構強いと、バッドが強いという釣り堀用の4メーターの竿、これいいやんと思ってね。5メーターの竿だとね P ラインがね難しいと、取り回しが。であとは僕いろいろやりたいことが、石鯛釣りの深瀬釣り、石鯛を深瀬で狙うっていうことをやりたいのがこの竿だったので、ちょうど今週これで P ラインの全誘導沈めで、この4メーターの竿でちょっと深瀬をまずやってみようかなっていう完全な自分の楽しみのお話で終わります。ありがとうございました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。